皆さんこんにちは。北海道日高地方の養蜂場からです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今回もまた最後までゆっくりとお楽しみください。さて、時は4月上旬です。前回の動画を撮影してから1週間ほど経ったところです。今回内見の撮影を行った2日間はいずれも昼下がりの時間帯でして、その時の気温は養蜂場そばの日陰に設置した温度計でともに15度にまで上がりました。春の陽気に誘われて相撲を通じた蜂の出入りもだいぶ活発になってきました。天気は2日とも晴れていました。でなおドローンは朝方の曇り空の下でも飛ばしています。相撲付近で蜂の出入りの様子を観察していると、外から帰ってくる蜂の中に柳に由来する淡い黄色い花粉団子を足の花粉かごにつけた個体が非常に増えてきました。それに対して前回までは多かったフキノトウに由来する白い花粉団子をつけた蜂はいるにはいますが、その数はめっきり減ってきました。蜂の餌集めの対象がここに来てフキノトウから柳へと移り変わってきているようです。なお、今回は東宝についてお話ししましょう。東宝とは一体何でしょうか。東宝とは読んで字のごとく蜜を盗む蜂のことです。自然界の蜜源の乏しい、ちょうど今のような時期に個体数の多い強い群の蜂たちが個体数が少なくて抵抗力の弱い群の巣箱に押し入っていって、そこに蓄えられてあった蜜を奪い取って自分たちの巣箱に持ち帰ってしまう。これが東宝です。大事な蜜を取られてしまった群では食料不足のために全滅することもあるようですから、東宝はとても恐ろしいことです。でなお、人間が蜜を絞っている作業中に抜き取った巣板や遠心分離機に蜜を狙ってやってくる蜂のことも東宝と呼ぶようです。でまた、人間が蜂に餌をやっている給仕の時にその餌を狙ってやってくる蜂も東宝に含めて考えるようです。しかし以下では最初に述べたよその巣箱に侵入して蜜を奪う東宝に絞ってお話しします。私たちが東宝に気がついたのは今回の撮影を行った2日前のことでした。一つの巣箱にいくら給仕、つまり餌をあげても蜜が一向にたまらないことに気がついたのです。その一方で別の巣箱には不自然なほど蜜がたまっていました。蜜がたまっている巣箱にも同様に給仕を行ってはいました。また、この群の蜂たちは自然界からせっせと蜜を集めてきたのかもしれません。しかし、それでは説明ができないほど蜜が溜まっている巣箱があったのです。こうしたことから一つの巣箱から別の巣箱へと蜜が移し替えられていたことは明らかです。つまり東宝がいたということが明らかなわけです。私たちの対応は素早かったです。東宝の被害に遭った群を東宝が発覚したその日のうちに遠くに隔離して、そして給仕を行いました。こうすれば加害群はもう被害群にアクセスできなくなるので東宝はなくなるはずです。そして、今回の内見では被害群の巣箱の中にしっかりと餌が溜まっているかどうかを確認しなくてはいけません。今映像で見ているのが東宝の被害に遭った群です。ご覧のように巣板3枚しかない小さな群です。1ヶ月前の越冬明けから個体数が減る春べりが顕著でした。今から思うと東宝の被害に遭っていたから春べりが著しかったのかもしれません。隔離してからわずか2日目ですけれども、蜜が溜まり始めているので一安心です。女王蜂のお腹が膨らんでいます。順調に産卵が進んでいるようです。
有害蜂児もまあまあいます。スモン付近では新しく羽化した蜂たちが見習い飛行を行っています。この群は春先に東宝によるダメージを受けましたが、幸いにもそこから立ち直ってきているようです。それでは次に加害群といいますか、東宝を行った群の様子を見てみることにしましょう。この群はこの1ヶ月の間、先ほど見た群の貯蜜を奪い続けてきたわけです。ですから巣箱の中にはたっぷりと蜜が溜まっています。そして蜂の数が相当に増えています。この群は昨年の12月に越冬に入った時点ですでに他の群よりも個体数が多かったのですが、越冬明けしてからさらに個体数が増えています。先ほどの群では春べりが見られたのと大きく違っています。女王蜂のお腹は膨れ上がっていて精力的に産卵しているようです。そして有害蜂児が見事な蜂児圏を作っています。また新しく羽化した働き蜂が巣箱の位置を覚えるための見習い飛行を盛んに行っています。コロニーの拡大がかなりのスピードで進んでいて、例年だと5月上旬ぐらいの群の勢いになっています。このペースで拡大していくと、近いうちに巣箱を2段重ねにする必要が出てきそうですが、今は朝夕にまだまだ気温が下がるので、2段にした場合に熱が蜂児がいる1段目から2段目へと逃げていかないか心配です。こうしたコロニーの急成長と東宝とは、どちらが原因でどちらが結果であるのかは正直よく分かりません。東宝の結果として食料事情が良くなったので蜂の数が増えているのかもしれません。あるいは因果関係は逆で、女王蜂が精力的に産卵するので育児の必要に迫られて食料を確保するために東宝に及んでいるのかもしれません。ともかくコロニーの急成長と東宝との間には密接な関連があるとは言えそうです。ところでこの養蜂場ではこれまでもおそらくは東宝という現象が存在してきたのだろうと思います。なぜならば東宝は西洋ミツバチの習性だからです。西洋ミツバチの一亜種であるイタリアンは特に東方壁が強いとも言われています。しかし今回のようなあからさまな東方は初めて見ました。それではどうして今になって、とても顕著な東方が見られるようになっているのでしょうか。次にこの点について考えてみたいと思います。一つは先ほど言ったように今が東方の季節だからです。春先は育児が盛んになる一方で自然界に蜜源が乏しいためにいずこの群でも東方を行う動機が存在します。また春先の蜂は一冬越した老快な蜂が多いために性格が必要であるようです。東方がひどかった理由の2つ目は蜂群の規模がアンバランスであったことです。今回の場合、一方の側には割と規模の大きい群がありました。しかし他方にはそれと比べると規模の小さい群がありました。蜜源が乏しいのでどちらの群でも他の群を侵略して貯蜜を奪いたいのでしょうが、実際にそれを行うことができたのは規模の大きい群だったのだと思います。規模の大きい群は外敵の侵入を防ぐことができたけれども、規模の小さい群は防御力が小さくて貯蜜を奪われてしまったのだと思います。そして東方が著しかった理由の第3番目として挙げたいのは、今述べた規模の大きい群が春先としては異例の急成長を遂げたということです。コロニーが急成長すると自然界に蜜源が乏しいことがますます深刻な問題になってきますから、他の群を襲って蜜を奪う方向にさらにのめり込んでいくことになるわけです。このような春先のコロニーの急成長にやはり温暖化の影響を見ないわけにはいきません。
先ほど東方が女王蜂の産卵を刺激している可能性があると言いましたが、仮にそうであるとしても一方では温暖な春が女王蜂の卵巣の発達を促しているのだと思います。はい、今回は東方のお話をしました。今年の春は東方がひどかったのですが、それに対して当養蜂場では被害群を隔離して対応してうまくいっています。今回はこの辺で失礼させていただきます。いかがでしたでしょうか。でなお登録高評価で応援していただけると大変に励みになりますので、よろしかったらお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは次回またお会いする時までごきげんよう。さようなら。